こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、どうせダメだろうと思いつつ、ゲーム再開してみたのですが、かぼちゃがこっち向いているわね。やはりかぼちゃに飾っておいた10枚の地図は、消滅してしまっているようです。実は今、リアルで風邪をひいて大事を取ってからの、約1週間ぶりのプレイとなります。ちょっと緊張気味です。それで挙動不審なのね。さて前回ですが、ダイヤがラージチェスト1箱溜まりました。そして何かダイヤで作ろうと地上に出てきたところです。で、結局何を作るのよ。まずはドロッパーの性能を確認しないと。よいしょっと。実装されてから何年経ってると思ってるのよ。まあともかく、ドロッパーは本来何に使うものか推理してみました。やはりドロップですよね。当たり前でしょ。つまりこれで次々に丸石が。あれ一つだけ？いきなり想定外です。そこは推理できなかったのね。さて、となるとオンオフを繰り返す回路を組まないといけないわけですが、やばいです。回路はまだ音符ブロック程度しか組めたことがありません。というか、昔少しだけ試していこう、わからんぽいしてました。まあ原理さえ理解できればなんとかなると思うのですが。お、横に置いたら動く。そういえばトーチは置き方で信号オンオフとかあったような。そのレベルから試し直すんだ。とりあえず手動なら、ポコポコ吐き出す仕組みは作れました。あとはなんとかこれを自動化できればいいんです。要するに、ダイヤをポコポコ吐き出す仕組みを作りたいのね。念のためダイヤに装填し直して実験を。動作は問題ありません。さて次は、レッドストーン回路の実験に着手します。で、すぐには私の力ではどうにもならないことを悟りました。オンオフ繰り返す回路とかまだ無理なレベルです。となると、困った時の息頼みね。というわけで少々ゲームを中断し、先人たちの知恵を借りてきました。俗に言うコピペってやつね。本当は自力で研究して作りたかったのですが、私には息抜きという責務があるんです。そして点滅する回路の部分は完成しました。これ一番覚えやすかったです。って何事？これが噂のショートという現象でしょうか。いろいろややこしいわね。まあ少し遅くすれば、今度は多分大丈夫じゃないかな。大丈夫そうね。さて次の実験です。この回路にドロッパーをつなげれば、なんら反応しないのね。一つレッドストーンを間に巻いたら無事に連続駆動し始めました。なんだか夢が現実に一歩近づいたような手応えです。まあ基本の部分は完成したわね。さてあと、いつまでもつけっぱなしでは電気がもったいないです。なのでスイッチ一つで駆動できるようにします。いつの世でも、失敗が成功を生み出すんです。それ成功して初めて言える言葉よ。でも本当に少し分かってきたようです。一方にオンの信号を流せば止まると思ったらビンゴです。さて、ここまで来たらもう数連想駆動も作れます。スイッチオン。これで原型は完成したかしらね。はい。あとはこの仕組みを応用し、人工光ならぬ、人工光ダイヤ装置を作るのみです。というわけで、いよいよ本番です。ゴー。まあなんというか、にわかダイヤね。しかも局地的。まだバージョン 1.0 ですので仕方がありません。でもまあもっとじゃんじゃか振ってくれないと、拾い集めるのに多大な時間がかかりそうです。そしてダイヤを拾い続けて5分経過したところです。今の人工光ダイヤ装置の性能では、1ラージチェストを振らせるのに5分少々かかるようです。全部装填してたんだ。ちょうどドロッパー6個分でしたので、紛失は一つもありませんでした。よかったです。さて20分ほどかけて今度は、
ダイヤの一部を敷き詰めてみたのですがどうでしょうか。一体何がしたいのよ。ゆくゆくは振ったダイヤの回収を自動化したくて受け皿を敷き詰めた次第です。拾い集めるの面倒だったので。そりゃそうよ。で、今回最後に、ダイヤブロックの雨バージョンにしてみました。敷き詰めたダイヤブロックと、46個ずつの6連装のドロッパー駆動で、これでもちょうどぴったりダイヤ1ラージチェストが材料となっています。まあブロックだとやや味気ないですが。ところで、今クリーパーが来たら大惨事にならない？後々のバージョンアップで対策します。さて、最終的には振ったダイヤをドロッパーに再充填するまで自動化したいところですが、今の知識では全然無理なので、いずれまた近いうちに色々実験していこうと思っています。今はダイヤ遊びはこの辺までとして、ぼちぼち地下に戻ります。さて、プレイに時間が空いたおかげで、ブランチマイニングは何気に久しぶり気分なんです。なんだかリラックスして取り掛かれそうです。風邪で休んだのがいい息抜きになったのね。さて4分で準備を終わらせて出発です。で、次は77周目なんです。数字的には微妙に縁起いいものが並んでます。まあ単なるこじつけね。さて手始めに風車型の一辺を掘り切りましたが、ここまでダイヤも金もありませんでした。さすがラッキーセブンね。ちなみに一辺の距離は周回数の約8倍なので、約620メートル何もなかったことになります。その後はポツポツとダイヤも金も取れていて、この周回初遭遇はスケルトンでした。逃げないで。一発目で感づかれたわね。これ溶岩を一気に固めたら接近されてしまいます。安全なところからこそ狙い撃ちするのが好みなんですが。思惑通りにことが運びません。そして結局正々堂々戦いました。堂々たる感じが皆無ね。で、ここでなぜか矢に物珍しさを感じて思わずしげしげしてしまいましたが、よく考えると、無限の弓で撃った矢でなければ接近したら回収してしまうんですよね。スケルトンが撃った矢も回収できないわよ。スケルトンの矢なら大抵私に刺さっているんです。さてそこから10分掘り進んだところで、ウオーラグさんの登場です。でも、もう恐怖感はほとんど感じません。やっと石の埋没を克服できたの？どうもそのようです。さてその後は、入れ食い状態のゾンビを倒し、その先で洞窟で削られていない、たった1鉱石のダイヤ鉱脈を見つけました。まあ少し珍しいけど、もはや鉱脈と言えないわね。そのまま77周目を終了しました。ダイヤも金も物足りない数です。ちなみに77周目からは、期待値ではダイヤは100個超えます。そういえば、ラッキーセブンの効果なかったわね。強いて言えば、鉱石一つだけのダイヤ鉱脈を見つけたことでしょうか。むしろアンラッキーよ。さて続いて78周目。まだまだリラックスして掘りに行けてます。いきなり金が来たわね。さて10分ほど進んだところで、剣の届く位置にエンダーマン。これはラッキーセブン効果でしょうか。それもう終わってるわよ。さて折り返し地点に着いたところで、久々に採掘用地図を広げてみました。最近エメラルドやシルバーフィッシュを見かけなかったのですが、もう山岳をほぼ抜けていたんですね。納得です。さてさらに進んで頭上のダイヤを回収したところですが、水がエンダーマンに戦いを挑んでます。頑張れ水。倒した？一体逃げられた？逃さず追い打ちをかけているようです。超頑張れ水。一体何をやっているのよ。見ての通り感染です。よっしゃ、やりました。どこ見たら感染だとわかるのよ。雷でしたか。そういえばご指摘いただきましたが、
かぼちゃに貼り付けた地図が消えた原因が雷の可能性があるようです。ウィキを見たら、雷が絵画に当たると壁から剥がれると記載がありました。ということは、今頃残りの地図もなくなっている可能性もあるわね。まあ今度地上に行ったらダイヤの屋根作っておきます。さて78周目終了。ダイヤも金もまずまずです。この2周でダイヤ200個超えたわね。で、リスポーン拠点に戻ってきたところで今回はここまでです。次回はあと2周、キリの良い80周まで掘ったところでまた地上に出ようかなと思います。次の人工高ダイヤ装置の改良のために、色々実験しようかなと。まだこだわるのね。真のドロッパー愛好家を目指す上で、決して避けられない道なんです。まあ今後も適度に息抜きしつつ、メインの息抜きをおろそかにしないよう頑張っていこうと思います。もう何がなんだかね。それではまたね。バイバイ。